はいどうも、シンです。本日もアークサバイバルアセンディットをやっていきます。本日はですね、万能生物パイロメイン完全解説をお送りいたします。パイロメイン実装時初期に徹底解説をお送りさせていただいたんですが、内分初期検証となりまして足らない部分が多々ございましたので、今回は完全版としてお送りさせていただきます。以前ご紹介した基本能力、別で補足としてお送りした部分などを含めて完全版としてお送りさせていただきますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。能力及びゲーム方法、そしてトラップまで完全にギュッと詰め込んだものになっておりますので、少し長くなるかと思いますので、気になるところだけでもご確認いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編どうぞ。では、まず能力についてなんですが、能力かなり多彩となっておりますので、まずは基本的な能力からご紹介していきます。ちなみに操作に関して、パソコン以外の方に関しては、各ボタンに関して対応表がこちらとなります。こちら、それぞれのボタンに対応しておりますので、ご確認いただければと思います。通常攻撃として、このように、詰め攻撃。あと、移動しながらだと噛みつきとなります。これに関しては、通常攻撃プラス、炎上攻撃があるんですが、このように、通常の攻撃していく上で、スタックが入ります。最大10スタック入りまして、スタックによって炎上ダメージ与える量が変わってきます。続いて、右クリックになるんですが、炎の跳躍をします。これはクールタイムがあります。当たったものすべてに炎上ダメージを与えることができます。ちなみになんですが、パイロメイン、右クリックのジャンプ攻撃なんですが、通常パイロメインは2段ジャンプするっていうことはないです。ただし、ジャンプした後に右クリックのジャンプを使うと2段ジャンプのような形を取ることが可能です。しかもこれ、飛んだ後に向いた方向にジャンプしてくれるので、まっすぐ前のみではなく横にジャンプしたりとか、角度調整、奥に飛んで戻ったりっていうことも可能ですので、ネズミ返しみたいなところでもうまくすれば登れる場合があります。少しプレイスキルを要求される部分ではあります。続いて、炎吸収。これに関しては、炎上している相手に対して、コントロール右クリックをすると、炎吸収することができます。これは溜めた量によって吸収する量も変わるんですが、撃破した場合も吸収することができます。コントロール右クリックで吸収する場合はフルタイムがあります。それとは別に倒した場合の吸収も可能ですので、ここはご安心いただければと思います。この炎吸収に関しては2つ能力がありまして、1つは下に溜まっているような炎ゲージがあります。この炎ゲージを使って、ここからの能力を使っていくということになります。一つは、右クリックを押したまま、炎ゲージを消費して、このように炎の軌跡を残すことができます。野生生物、ここを通ると炎上するということになります。もう一つ、ゲージを使う能力として、コントロール、左クリックに関しては、このようにフレイムブーストという能力がありまして、各能力、攻撃力をより高めることが可能です。ただし、今のように炎ゲージを消費しますので、ゲージがなくなれば解除されます。もしくは同じようにコントロール、左クリックを押していただくと解除することができます。フレームブーストを行っている場合、炎吸収を行うことができません。これに関してはですね、火力は上がっているんですが、
ゲージを消費しながらとなりますので、倒した場合でも同じく炎吸収することができません。極力倒す場合は一回解除して炎吸収をしてゲージを貯めるという形の方がより長く持続して火力を上げておくことができます。もう一つですね、炎吸収の能力として今体力がこのように2900ほどになっているんですが、これに関しては炎吸収を行っていただくと体力を回復することができます。ただしゲージに関しては多く貯めていただいた方が回復量は高くなります。クールタイムもあるので、極力ゲージを貯めてから吸収していただいた方が多く回復することが可能です。1回の攻撃だいたい100ぐらいなんですが、マックス貯めていると500ぐらいは回復してくれます。ちょっと別のお話ですが、今見ていただいた通り、体力の自然回復もパイロメイン君かなり通常の生物より早く回復することが可能です。ただしもちろん体力回復、自然回復の方に関しては食料値が減っていくということになりますのでご注意ください。続いて能力として起乗した状態で R ボタンを長押ししていただきますと、このようにサドルのマークが出ています。これを押していただくと小型化します。そのまま肩に乗って肩乗りペットとして行動することができます。再度 R ボタン長押しでサドルのマークを押していただくと非常状態になります。これに関しては肩乗りに生物を持っていない場合なので、肩乗り生物がすでに持っている場合は1匹しか持てないので、肩乗りではなくその場で小さくなります。それとは別にですね、このように通常のサークルメニューからトランスフォーム選んでいただくと、その場で小さくすることも可能です。肩乗りの状態から大きくすることも可能です。ここからは肩乗り状態での能力となります。このようにサークルメニューの中でスペシャルアタックというものがあります。初期はオフになってます。オフの状態でもこのように攻撃的もしくは攻撃指示を与えれば近づいた時に一緒に攻撃をしてくれるという能力はあります。これも同じようにスタックとして最大10スタックまで炎上ダメージを与えることも可能です。ただしですね、サークルメニューからスペシャルアタックをオンにしていただいて、さらにもう一つ炎ゲージを溜めている状態、この状態でいるとこのようにですね、攻撃的にしていれば近づくだけでこのように炎攻撃を与えてくれます。なので攻撃的にしていると結構大変なことになります。無差別攻撃になりますね。中立にしていればですね、攻撃されない限りは炎攻撃吐くことはありません。あとは狙って攻撃指示を与えていただければ攻撃することも可能です。このように炎ゲージを溜まっていれば攻撃指示もしくは攻撃的な修正にしていれば近くの生物に火炎放射を与えることができます。ただし射程距離はあるので飛行生物に関しては近寄ってきてからということにはなるんですけども、遠距離攻撃をすることも可能です。一回倒せば炎吸収も倒してありますので割と続けて使うことは可能です。この肩乗り状態で中立もしくは攻撃的であった場合、肩から降りている状態で攻撃を食らった場合、自動で非常状態になって反撃を加えるということになります。なので通常肩乗り生物サバイバーがやられてしまった場合に死亡確率が高くなるんですが、パイロメインの場合は視野行動を大きくなって取るということが可能となります。ここからはパイロメインの特徴的な特殊能力についてご紹介していきます。少し余談ですが、パイロメイン、オスとメスに関しては、このように炎をまとっている部分でこちらがメス、こちらがオスと、まとっている炎の中で、オスの方は縦紙が燃えているような形になっております。
炎をまとっている場合は、オスメス、見た目で違いが出てくるということになります。続いて、パイロメイン。これは、非常状態、肩乗り状態、どちらでもあるんですが、レストと選んでいただくと、このように寝る仕草をしてくれます。これに関しては、特に寝ていたからといって、もともと回復量が高いので、回復量が上がるわけではありません。ただ、見た目です。ちゃんと目もつむってます。続いて、このようにインベントリーに生肉や霜降り肉が入っている場合、自動で焼いてくれます。スピードは焚き火と同じぐらいにはなるんですが、スタック分持てますので、かなり便利になります。特に霜降りこんがり肉など焼くときは腐ってしまう面もありますし、スタック数の部分もあるので、かなり作りやすくなります。さらに、このように干し肉や霜降り干し肉も通常は食料保存庫に発火粉と原油、あとこんがり肉や霜降りこんがり肉を入れて時間をかけて作ることになるんですが、このように原油などを必要とせずにそのまま干し肉を作ってくれるということになります。これに関しては原油の消費とかも必要ないのと発火粉の管理も必要ないっていうことにもなりますし、放置しておけば自然と干し肉まで作ってくれるということになります。ただし、干し肉ではなく、こんがり肉や霜降りこんがり肉が欲しい場合は、早めに取り出さないと干し肉まで作ってしまいますので、そこはご注意いただければと思います。続いて、このようにサドル部分に天然外装を備えています。これは、至高の燃える毛皮となっておりますが、防御力が63されております。ただし、これに関してはパイロメイン、水に濡れると、このように炎が消えます。この場合、原始的に変わりまして、燃える毛皮、防御力が10になってます。水に濡れると、天然外装が弱くなるので、防御力も弱くなるということになります。合わせて、バフ状態でも水浸しというデバフがかかっているんですが、これに関しては、水から出ると5秒ぐらいで元には戻るんですが、炎攻撃が使えなくなります。肩乗り状態の場合、もともと天然外装が原始的防御力10になっておりまして、これに関しては水に濡れたとしても同じように10になってます。肩乗り状態の場合は天然外装は常に原始的の10になっているということになります。これは特にレベルに依存しておりませんので、レベル1でもレベル225でも同じように水濡れ状態、もしくは肩乗り状態の場合は10、非常状態、濡れていない状態であれば至高の60ということになります。続いてパイロメイン、サークルメニューの中にこのようにチャージファイヤーセッティングスっていうのがあるんですが、初期はオフになってます。これをしていただくと、1、2、3とあるんですが、それぞれ範囲を示しています。1にしていただくと、このように火を使って火をつけるものに関しては、自動的に炎を供給することができます。今見ていただいた通り、焚き火や調理鍋、そして精錬炉、その他、かがり火など火を使うものに関しては、すべて適用されます。ただし、電気を使う工業炉などに関しては適用されませんのでご注意ください。これに関しては、低の場合は土台4マス分、中の場合は10マス分、高の場合は18マス分の距離で提供することが可能です。ただし、注意点がありまして、肩乗り状態でも適用することはできるんですが、この効果、食料値を使って効果を発動していますので、通常よりもお腹が減ります。なので、今のように肉をいっぱい持っている場合、もしくは肉がいっぱい入っている餌箱の範囲内であれば問題はないんですが、それ以外の環境、餌箱範囲外で何も持っていないとかであれば、1日持たずすぐに餓死してしまいますので、ご注意いただければと思います。オフにした場合は、このまま5秒ほどで切れるということになります。もう一つ、餌箱範囲内であっても、たくさんの肉を消費しますので、ブリーディング中とか肉の消費を激しくしてしまいますので、餌の管理は注意していただければと思います。
続いて、燃える糞なんですが、パイロメイン、糞をする場合、このように燃える糞をします。これに関しては、中型の糞と遜色はないんですが、通常は窒素量がなくなって消費期限過ぎるとで消えてしまうんですが、燃える糞に関しては木炭に変わります。あまり木炭まで変わることはそんなにないとは思うんですが、一応変わって木炭で使えるということになります。もちろんこのように肥料箱とかに入れたりしていただくと、あと藁を入れていただければ肥料に変えることができます。もちろん糞転がしとかでも肥料に変えることはできます。さらに驚異的な能力になるんですが、このように今現在裸になりまして体感耐熱が0となっております。パイロメインを肩乗せにしますと、このように体感耐熱が393となります。もちろん装備をつけていただければ、さらにその分体感能力が上がります。このように体感能力、原始的な毛皮装備でも一式揃えるだけで675まで上がります。ギリ装備、フル装備していただくと耐熱の方が568になります。体感耐熱でもそのままでも393という数値になっております。これは同じような能力でカワウソくんがいるんですが、カワウソくんの場合は体感は344から3ぐらいの移り変わっている状態になっているんですが、耐熱は158となります。高めの体感の方でもそれ以上の体感能力を持っているということになりますし、耐熱にも対しても強くなるというものになってます。防熱能力としては最強の肩乗り生物ということになります。さらに、非常している状態であった場合、体感787、耐熱に関しては112万5000となります。この耐熱能力何かっていうと、このようにですね、溶岩の上を歩いても、パイロメインもプレイヤーもダメージを受けることがありません。もちろん溶岩の中を泳いでも非常している状態であればダメージを受けることがありませんのでご安心いただければと思います。気になるのはラグナロクの溶岩に対抗できるかどうか楽しみですね。ただし肩乗り状態だった場合は溶岩に落ちるとサバイバーダメージ入りますのでご注意いただければと思います。続いて、ブリーディングについて。ブリーディングは、妊娠含めて、2日と3時間と7分46秒必要とします。これは妊娠期間を含めてということになります。ちなみに、シャドウメインと同じ期間となっております。少し注意点があるんですが、通常このようにですね、オスに関しては特に気にせず交配可能としておいて問題はないです。メスに関してなんですが、小さくしている場合、このように交配可能サークルメニューが出てこなくなります。メスに関しては、非常状態、大きい状態でないと交配させることができません。ただし、オスが小さい状態でも、メスに関しては交配可能とすると、このように交配してくれます。オスは大きくても小さくてもどちらでも可能です。ただし、メスに関しては、やはり妊娠する部分もあるので、非常の状態でないと交配ができないという仕様になっております。ちなみに、メス、妊娠した状態であれば、トランスフォームができないようになっておりますので、生まれるまでは肩乗せに変えることができません。なので、交配にメスを並べている場合でも、オスを肩乗せにして、順番にで交配させていくっていうことは可能となります。以上がパイロメインの能力についてでした。では、ここからはテイムについて。パイロメインのテイムは特殊テイムとなっております。トラップもありますが、まずは基本的なテイム方法からご紹介していきます。簡単な流れとしては、野生のパイロメインを見つけた場合、水に濡らしてダメージを与え、半分まで行くとモーションがあって騎乗できるようになります。
騎乗すると他の野生生物を攻撃して炎ゲージを貯めていきます。満タンになるとテイムコマンドでテイム完了となります。実際やっていきますね。野生を見つけた場合にまず水に濡らしていただきます。ここから恐竜でもいいですし、何かしら武器で攻撃するとこのようにモーションが入ります。モーションが入ると騎乗ができるようになるんですが、時間経過すると乗れなくなります。なので、再度攻撃を与えると乗れるようになりますので、騎乗していただきます。騎乗するとこのようにタイマーが30秒つきまして、タイマーが進んでいきます。このタイマーが残り10秒になると、テイム効果が落ちていきます。なので、その間に関しては攻撃して、炎吸収を行っていただくとタイマーが回復します。これは貯めていただくほどゲージが溜まっていきます。倒しても吸収が開始されます。一度倒すと次野生生物を見つけてさらに攻撃をして撃破するか炎吸収を使うことでタイマーのリセットと炎ゲージを、テイムゲージを上げていくということになります。あとはこれを繰り返してテイムを進めていくということになります。少しゲージバグってますが、これでテイムが 100% となっておりますので、下に出ているレフトコントロール右クリックを押していただくとテイム完了となります。この状態でフレームブーストがかかってゲージ使ってしまいますので、特に戦っていない場合は再度コントロール右クリックでもったいないのでフレームブーストは切っておきましょう。これでテイム完了となります。ちなみになんですが、このタイマーが時間切れになってしまうか、もしくは途中で騎乗解除をしてしまうと、このようにクールタイムが5分発生します。5分経てばまたダメージを与えて騎乗してテイムを続けることが可能です。ちなみに先ほどご案内した通りタイマーが10秒切るとテイム効果が落ちてしまうので、例えばこのレベル150のように高レベルを見つけて最大限テイム効果を発動したいとなった場合に関しては、騎乗解除しても特にテイム効果は落ちませんので、10秒以下になる前に騎乗解除して少し面倒ですが5分待って再度テイムを開始するという手段を取っていただければテイム効果を落とさずにテイムすることが可能です。ちなみに倒すとこのように爆散しますので機体は起こりません。そして爆散の炎攻撃がありますので、これは自身もダメージを受けますし、建材に関してもダメージを与えるということになります。なので、テイムをする上で野生生物を大量に狩らないといけない部分が出てくるんですが、そこで注意しないといけないのが、タイマーを切る前にですね、次の生物を見つけて炎吸収を行うという必要が出てきます。それをやりやすくするのがトラップということになるんですが、こちらが別途ご紹介している地上用の簡易トラップ、あとイカダトラップということになります。これは縦向きに捉える場合と横向きに捉える場合、形は同じものになってます。詳しくは以前ご紹介しておりますトラップの動画を見ていただければと思うんですが、基本的にはイカダトラップのこの横タイプの方が使いやすいかと思います。
イカダ作る前に関しては、こちらのカイントラップでもいいんですが、基本的にはイカダトラップに入れて別の場所に運ぶという方がやりやすくなっております。なぜかっていうと、パイロメインの脇は火山地帯一帯であります。水に濡らす分、海岸線で厳選していただいた方が効率的ではあるんですが、かなり追っては来てくれますので、ちょっと段差を降りるときに戸惑うところがあるんですが、そこさえ注意していただければ、十分真ん中から右側まで、海岸線まで誘導することは可能です。ただしですね、火山地帯に関しては、パイロメインが湧きます。このパイロメインに関して炎ゲージを貯めることがもちろんできないんですけども、一番問題はレックスであったりとか結構変化します。野生の他のパイロメインが処分してしまって野生が数が少なくなっている場合があります。なので火山島でする場合は極力不要なパイロメインは処分しておいた方がいいです。でないと先に野生生物を処分されてなかなか炎ゲージを貯めるのが難しくなります。もう一つ注意点としてこちらにはアルファ生物が湧きます。アルファ生物に関してもテイム中のパイロメイン攻撃を与えることができません。もちろん炎上することもないので炎吸収を行うことができません。アルファ生物に関しても、パイロメインに関しても、ただ邪魔なだけなので、どうしてもテイムしたい場合に関しては、先に処分しておいた方がいいです。そういった下準備をするために、トラップを使うということになります。さらに、イカダトラップに関しては、野生生物が少なくなっている場合に他の場所に連れて行ってそこでテイムを開始するという手段を取っていただければかなりテイムが楽となります。一番楽なのは雪山方面に連れて行っていただくとかなりウルフであったりダイオウドンであったり数湧く生物が多いのでかなりゲージが溜めやすくなっております。ちょっと雪山まで連れて行くのが怖いよっていう場合は対岸などを見ていただいて野菜生物多いところでテイムを開始するという手段が一番効率的ではあります。各野生生物でどれぐらいゲージ貯めれるかは検証した動画を上げておりますので詳しくはそちらをご確認いただければと思います。フロントであったりステゴであったりあと簡単なところでカルボネミスといっぱいいるところでテイムしていただければ割とやりやすいかと思います。個人的なおすすめは今出ている南側の部分でやっていただくとフロント湧いている場合もありますし結構カメちゃんとか湧いていて肉食が海岸線は少ないので野生生物がそのまま残っている場合が割と多いです。できれば少し離れますが雪山まで連れて行くというのがよろしいかと思います。ただしイカダトラップリードシクティスに狙われますのでそこだけご注意いただければと思います。では簡単にトラップの作り方を紹介していきます。ではまず1マストラップなんですが必要素材はこちら。柱が2本、天井が1つ、壁が3枚となります。極力このように遠浅のところを見つけていただいて置いていただくのがいいです。設置に関しては人の場合はあまり気にしなくていいんですがアルゲンで誘導する場合が多いと思うので柱の高さは一番上まで上げていただいてその上にさらに柱を置きます。次に天井をこのように手前の角に置きます。ここから両扉枠にしてサイドにそれぞれ貼ります。あとはどちら側でもいいんですが回転扉、秘密の出入り口を置いていただきます。出入り口の部分に関しては両扉枠を置いていないのでご注意ください。そして誘導してこの扉を閉めてロックするということになります。これに関してはここ閉じるのはそんなに難しくないと思うんですが問題は出るときにですね、起乗してこの扉を開けるっていうのが結構難しくなってきますので、ダメージを与えて起乗できるようになれば、一旦回転扉開けてパイロメイン最後のダメージを与えて乗っていただくといいです。しっかりロックしてる分抜け出すのが大変になりますので、ここだけご注意いただければと思います。
こちらの誘導に関しては軽く実演します。パイロメイン、誘導する場合なんですが、燃えている状態で誘導するのは結構難しいです。なので、一旦濡らしていただいて、ジャンプ攻撃できないようにしてから、このように引き付けて中、誘導していただくと、誘導しやすくなっています。これは、このトラップに限らず、どのトラップでも誘導するタイプは同じことになりますので、ご活用いただければと思います。これで抜けれなくなってますので、あとは不要なパイロメインであったり、野生生物集めたりしてからダメージを与えて開けてから起乗するという手段が好ましくなってきます。では、イカダトラップ、必要素材がこちら。まず、イカダが1つ。土台が最低3つ。一番前だけですね。後ろ貼る場合は追加で貼っていただければと思います。そして壁が3枚。クォーター壁が1つ。天井が2つ。一応これでもできるんですが、あとは便利なように石の屋根。これは誘導した時にイカダに乗りやすくするためなので、人でする場合はつけといた方が登りやすいです。アルゲンで誘導する場合は特別必要ではありません。では作っていきますね。イカダを出します。オプションからイカダの方を非表示。ここから土台なんですが、できれば前回お伝えしたような柵土台な柱を使ってスナップで置いていただいた方が綺麗に置きます。今回はそのまま置きまして、一番下まで下ろします。ちなみにですが、柵土台使った置き方の方が、さらにちょっとだけ深くイカダに埋め込むことが可能です。次に回転壁を両サイド、真ん中に関しては両扉枠を設置していただきます。真ん中の両扉枠の下にクォーター壁を貼ります。そのクォーター壁の先に天井、そして上にも天井を置くんですが、ここに関してはテラードアをこのように横向きに設置します。いつも通り下開きに変えてこの状態となります。トラップとしては以上になるんですが、人で誘導する場合、登ってきやすいように、この屋根でも階段でもいいので、上に登りやすいように設置していただきます。このように縦に誘導する場合は、両サイドを閉めて誘導していただいて、屋根で上がってテラードアの方を開けると。これでロックすることも可能です。ただ少し面倒なので、あと方向転換するときにイカダバックできないので、地上のところにぶつかってパイロメインが抜けてしまうということがあるので、小向きに使うのがおすすめです。ここで詰まって、上に登って、ここを開けるという形が一番スムーズかと思います。そしてすでに横向いているので、出航する場合も誘導はしやすいということになります。あとはですね、イカダを設置していただくんですが、右でも左でもいいんですが、極力こういう遠浅なところに設置していただけるといいかと思います。ちなみに左右どっちでも開ける方角だけなので、今回はこの向きです。誘導することになります。屋根は誘導する側と反対側、出口側に設置していただければ登りやすいかと思います。もちろんイカダ、土台全部張ってなければ、一旦イカダに乗って、そこから開けるっていうのも一つの手段ではあります。では実際やっていきますね。こちらも実際誘導する場合は、一回水につけていただいてですね、このまま誘導して、誘導できたら、一旦そのまま降りていただいて、閉めると。あまりアルゲンでこっちまで回ってしまうとアルゲンにヘイトがいっているので、そのまま抜けてきてしまう可能性があるので、ご注意いただければと思います。あとはこの状態で運転していただくと、そのまま連れていけますので、リードシックテスに気をつけながら、あんまりこの部分ではリードシック見てないんですが、雪山連れて行くなり、対岸線連れて行くなりして、軽視点とかで下見れるので、リードシックテスでないかだけ見ていただいたりとかして、いなさそうであれば対岸に渡るという形で、テイムしやすいところ来たら攻撃して体力減らしてテイムするということになります。もちろん手前側もですね、土台並べていただいて、作業台であったり必要なものを揃えていただくっていうのも一つです。
ただしですね、こういうものに当たると土台に埋まったりとかですね、してしまいますので、ここだけご注意いただければと思います。何かにパイロメインがぶつかればトラップ抜けてしまいますので、特にイカダとかですと、このようにぶつかるとトラップ抜けますので、そこだけご注意いただければと思います。バックができないので、結構操作難しかったりしますんでね。以上です。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、パイロメインの完全解説としてお送りさせていただきました。特に修正が思ったよりなかったので、バグってる部分は修正ありましたが、ナフみたいなものは特になかったので、ちょっとばらけてしまった情報っていうのをぎゅっとまとめた状態になっているんですが、こちら一つ見ていただくだけで全ての情報が詰まっているものになっておりますので、ぜひご活用いただければと思います。トラップの建材に関しては、爆散すると鉄でも何でもダメージを与えてしまいますので、特別鉄に変える必要はありません。普通の大地に設置するんであれば、木のトラップとかでもテイムできたりします。一応石の方が安全だとは思うんですが、テイムに関してちょっとイカダを最初準備するのが難しい場合は、大地に設置すると思うんですが、不要なパイロメインの撤去作業とかしておかないと結構野生生物を先に狩られてしまってパイロメインのテームが難しくなる場合がありますので、このあたりだけご注意いただければと思います。能力に関してもですね、かなり多方面に活躍できる生物になっておりますが、洞窟攻略に関しては、肩乗りと騎乗とどんな洞窟でも連れて行くことが可能な生物となっておりますし、もちろん体感、耐熱効果も含めてかなり有能な生物になっておりますので、ぜひご活用いただければと思います。ブリーディングも割と期間的にはやりやすい方かと思いますので、ちょっと妊娠テイムなんで、その部分はやりにくいかもしれないんですが、シャドウメインで慣れてる方も多くいらっしゃるかと思いますので、ぜひご活用いただければと思います。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord など、アークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。